今回の歴代君主格付けチェックは漢王朝の創始者劉邦だ。今日のタイトルは劉邦は毛沢東。これってどういう意味？劉邦と毛沢東ってイメージが随分違うよな。劉邦といえば司馬遼太郎の小説とかだと人望の人、自分は何もできないが周りに優秀な人物が集まってきて劉邦を助けたというイメージだね。一方で毛沢東ってどういうイメージだ？権謀術数に長けた戦略家で独裁者。そこで今日のタイトルがあるわけだ。これは劉邦が人望の人というのは後世に作られたイメージで、実際の劉邦は権謀術数に長けた戦略家、まさに毛沢東のイメージに近い人物だったと言いたいんだ。劉邦はよく天下を取ってから人が変わり冷酷な独裁者になったって言われるけど、劉邦は何も変わっていない。天下を取る前の劉邦についてのイメージが美化されすぎているんだ。これに言わせれば劉邦が陰謀の人なんてのは幻想に過ぎない。へえ、じゃあまずは劉邦の治世の推移を見てみようか。劉邦は漢の王として4年、皇帝として7年在した。最初の4年は項王との戦争に明け暮れたよね。そもそもだけど項王と劉邦の戦争は何で始まったの？劉邦は項王が主催する諸侯会議で漢王になることが決まったのだが、これに不満だった。劉邦は漢中、つまりかつての秦の地が欲しかった。その上でできれば項を破って天下を丸ごと手に入れたいと考えていた。そこで漢中を支配している将官たちを不意打ちして秦の地を奪い取ったんだ。項王からすると劉邦は秦が滅亡した後の秩序を破壊しようとする反逆者か。劉邦には劉邦の言い分があるだろうが、客観的に見ればただの劉邦の乱だ。この時劉邦だけでなく清の伝永、趙の陳与らも反乱した。このため項は清の反乱への対応を優先せざるを得ず、遠く離れた秦の地に兵を送る余裕はなかった。劉邦にとってはラッキーだったね。そうだ、守備よく秦の地を攻め取った劉邦は項王が清の遠征で恩居を空っぽにしていることを幸いに勢いに乗って項王の本国に攻め込んだ。しかし項王の反撃によって劉邦は惨敗し西に撤退した。その後項王と劉邦は中国を東西に分けて内戦を戦うことになった。ここから劉邦はどうやって状況を打開したの？劉邦は長領の策を採用した。長領が進言したのは永符、宝越、関心という3人の名称を活用することだった。劉邦はこの策を採用した。簡単に言えばこの3人に項王の支配する地域を与えることを見返りにして協力させたんだ。項を倒してその支配地を永符、宝越、関心に分けて与えたと考えれば分かりやすいのか。そして項王を倒した後にはその3人を順番に粛清したんだ。そうか、なかなか腹黒いな。項王がいなくなれば自分が一番強いからもう遠慮する必要はないんだ。しかも劉邦が戦略家なのは最大の脅威であった関心を真っ先に粛清したことだ。しかも関心を騙して誘い出して逮捕する方法で。関心が戦の天才であっても兵を率いていない状態で逮捕されてはどうしようもないよな。というか汚いやり方だな。汚いといえば劉邦が項王を倒す時も一旦講和条約を結んでおいて項王が油断したところを背後から襲うというやり方だった。聞けば聞くほど劉邦ってひどいやつだな。俺は劉邦は勝つためには手段を選ばず汚いことでも平気でやるやつだという印象を強く持っている。じゃあなんで劉邦は人望の人だって言われているの？それは漢の初代皇帝として後から作られたイメージ戦略だと思うぜ。実際の劉邦にはあまり人望はなかったのか。一つ注意してほしいのが皇帝になってからの劉邦の重臣たちの顔ぶれだ。商家、曹参、周没、夏侯英、韓海、これらはみんな劉邦の同郷で旗揚げ前からの仲間だ。天下に人材は数多いのに劉邦の重臣たちの大半が昔なじみ。これは何を意味すると思う？劉邦は昔の友達を大事にした。そうじゃない。劉邦の下には実はあまり天下の優れた人材が集まってこなかったということを示しているんだ。そうなの？項王は天下の士人に対して礼儀正しく接する人物であり多くの名士が進んで従った。そうか。一方で劉邦は儒学者が嫌いで儒学者が来るとその冠に放尿したっていう話があるぐらいだから項王とは真逆だな。そうだ、劉邦は粗野で人を罵るしやっていることも汚いので天下の名士は彼に従うのを恥だと考えていた。そうか。そうするとそんな中で長領みたいな人物が劉邦とコンビを組んだのは天が2人を結びつけたとしか考えられないな。劉邦の治世の話に戻ろう。劉邦の11年間はこうして自分の敵を倒し劉氏の天下を安定することに費やされた。結果として彼はライバルを消滅させることに成功し、加えて商家のような迷信が内政をしっかりと行ったこともあり中国に長い安定をもたらすことに成功したんだ。それでは劉邦の治世を各項目ごとに評価しよう。
まずは制度面だね。劉邦は秦の軍憲制に代わって軍国制を採用した。実は漢戦争の初期は金の制度を踏襲していたんだが、項王を倒す見返りにラモエゼーフや韓信たちに王位を与え、結果として軍国制になったというのが現実に近いんだがな。そうすると軍国制は成り行き上生まれた、いわば妥協の産物だったのか。しかし皇帝になってからはこれらの王を次々と粛清し、自分の一族を代わりの王に据えた。漢は秦を反面教師として軍国制を採用したとされているけど、それはあくまでも結果としてそうなったという話なのか。そういうことだ。ただ結果としてこれはうまくいった。まあ劉邦の死から40年後に皇族の王たちによる大反乱、いわゆる五祖七国の乱が発生するが、これも短期間で平定される。軍国制以外の国家制度はどうなの？制度構築はほとんど消化任せだったんだが、それが幸いしたとも言えるだろう。もちろん皇帝になって7年しかなかったので整備が間に合わない点も多かったがな。劉邦にとってはスーパー宰相の昇華が同郷で仲良しって、これまた奇跡的だよな。持ってるとしか言いようがない。ということで劉邦自身が何かしたというわけではないが、制度構築は発展としておこう。次に軍事外交。これは項王、韓信、英父、包越らを次々と倒した点が素晴らしい。失点は匈奴の僕突然無に苦戦したことぐらいだ。劉邦自身も戦争は上手だったみたいだけど、これも周囲にうまく助けられているね。名将韓信、参謀の長領、陳平なんたの働きが大きいよな。まあこういう時代を超えたスーパー人材を使いこなしたという点で劉邦はやはりすごい。ということで軍事面は9点だ。次は経済民生運営。蘇韓戦争で多くの民衆を苦しめてしまったのは事実だ。ただまあこれはやむを得ない。経済民生運営について特筆しておきたいのは、劉邦は決して民衆を無駄に苦しめようとしなかった点だ。例えば項を倒した後の劉邦は後進の粛清を進める一方で、蘇韓戦争で流民となった者を故郷に戻して元通りの爵位や財産を与えたり、匈奴戦争に参加した兵士たちの役務を減免したり、天下の民衆の租税負担を減少させたりと、とにかく民生を安定させることに心を配っている。また彼は始皇帝と違い贅沢を好まず、宮殿の造営一つとっても決して豪華なものにしようとしなかった。商家に長安の宮殿の造営を任せて遠征に出かけていた彼は、遠征から帰ってきて立派な宮殿が工事されているのを見て激怒したほどだ。そうなのか。民を休め、民力を回復させることを非常に重視していたことは明らかだ。そしてその方針は後継者たちにも受け継がれた。確かに慶帝、文帝、宣帝あたりはみんなそうだよね。ということで経済民生は10点の満点としよう。次は文化教育と道徳強化。ああ、立夏を登用したりして手をつけてはいるんだけど、いかんせん皇帝になってからも改正ばかりしていて、あまりこの分野の進展はなかったというのが実態かな。政権の安定と民力の回復で精一杯だったか。あと劉邦本人が決して道徳的でなかったこともマイナス要素として、この分野は5点っていうところかな。次は人材登用と権力構造管理。これは文句なし。商家、長領、韓信、陳平と役割分担が完璧。ただし晩年に後進を粛清したのはマイナス要素だ。俺はそうとは思わない。理由は2つ。まず劉邦の前にいた秦の2世皇帝とその項王、この2人があっさり天下を失ったのは、当時まだ天下取りの野望を持つ人物が大勢いたからだ。だから漢が天下を保っていくには、そういう野心家の反乱の芽を摘む必要があった。つまり粛清は必要だったってこと。そうだ。そしてもう一つ、劉邦が粛清した主な人物といえば韓信、包越、英父だが、英父は自分で反乱を起こした結果だ。そして韓信と包越を処刑したのは劉邦ではなく呂公の働きだ。劉邦は韓信と包越から権力を取り上げはしたものの、殺害までは考えていなかった。不必要な殺戮はしていないということ。そうだ。結果として弱肉強食の南西の価値観が余国の凝る中で、権力構造の管理に十分成功し、後を継いだ慶帝、呂公はその恩恵に十分に預かることができた。確かにそうだな。呂公はもっと旦那に感謝しないといけないね。異論も承知でこの分野の評価は10点満点を挙げたい。そして後継者継承体制。関夫人を溺愛し、大使配列が起こりかけたことで一歩間違えば危うかったが、最終的には慶帝へのスムーズな継承が行われ、大事には至らなかった。でも関夫人の人豚事件という悲劇が起こったじゃないか。まあそれは関夫人個人レベルの悲劇で、それによって国家が揺らいだわけではない。とはいえ、こうした劉邦の振る舞いが後の呂公の専権の遠因になったことも否定できない。呂公は相当劉邦に恨みつらみが募っていたみたいだからな。ということで、ここは6点ぐらいにしておこう。最後に外枠補正。劉邦の漢王朝は400年続き、
その前の秦が始皇帝の天下統一から15年、孔王の蘇我4年で滅んだのとは対照的だ。そして漢は中国文明を代表する王朝の一つとなっている。それは劉邦の優れた戦略性、人材活用力、本質を見抜く力、民衆を大事にする姿勢が影響していると言っていい。そこで外枠でプラス4点としておこう。ということで合計は52点。格付けは S ランク。正直言って俺は劉邦は A ランクだと予想していた。でも蓋を開けてみたらギリギリ S ランクだったな。有能な進化に助けられ、王朝が長く続いたことで評価が上がった側面もあるね。劉邦らしくラッキーというか。最後にもう一度言っておく。劉邦は決して人望の人でもいいやつでもない。その素顔は腹黒くてしたたか、平気で人を裏切る策略家だ。その上とてつもなく下品なやつだ。酒好きで女好き、愛すべき人物というより、実態はやらしいおべれつなおっさんだったのかもね。しかし彼の君主としての力量は間違いない。漢帝国が400年続いたのも彼の力あってこそだ。なるほど。劉邦は力量は平凡だけど人徳のある人というイメージとは真逆の人物だったのか。そうだ。それに劉邦は宮殿にこもって安楽に過ごすタイプの君主ではなかった。死の直前に至るまで病を押して東西南北へ駆け回り、天下安定のために力を尽くしたんだぜ。働いて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 働いた人生だったんだね。それでは今回はここまで。